はい、今回は汁物ですね、かきたま汁のを作っていきたいと思います。材料は上から一番だし、もし一番だしない場合は顆粒のだしとか少し薄めに使っていただければ大丈夫かと思います。最近だしパックみたいなのも売っていますので、そちらの方を使うといけると思います。で、卵、三つ葉、しいたけで、調味料の方が塩、ごま油、薄口、酒、みりん、水溶きの片栗粉ですね。これはだいたい片栗粉と水の量同割で1対1の割合で溶かしていきます。で、こちらの方で作っていきたいと思います。しいたけで三つ葉の方を切っていきたいと思います。しいたけはまず軸を取っていきます。軸を取って、で石突きですね、石突きを取ります。で、軸の方も食べられますので、今回スープにしたので食べれますので、半分にしてスライスしていきます。半分にしてスライスですね。しいたけ縦に繊維が入ってますので、縦方向でスライスしていきます。で、残ったこちらも全部スライスしていきます。注ぐとペラペラになってしまいますので、ある程度の厚さを持たせてください。で、こちら切っていきます。バスバスと。こちらしいたけ完成ですね。三つ葉は軸を落として、あとはざく切りに切ってもらって大丈夫です。三つ葉も春になってくるとよく出回ってきますので、これから美味しくなってきます。そうしたらかき混ぜていきます。切るように切っていきます。切るようにすると卵の黄身と白身が早く混ざりますので、切るように。で、力を抜いて手首の力を使って、こことここに箸を当てるようにして反復させるようにすると、あまり力がいらず混ぜやすいですよ。はい、これでよく混ぜ上がりました。で、次は、鍋の方に入れて、汁の方の味付けと具の方を入れていきたいと思います。はい、続きまして、かきたまの方を仕上げていきたいと思います。塩ですね、まず火を入れまして、しいたけ入れていきます。で、そこにお酒とみりんを少々。しいたけに火が入るまで少し待ちます。しいたけもすぐ火入りますので、少し返してやってください。じゃあ、香り付けに薄口を少し垂らします。で、沸騰し始めたら少し火を弱めますね。次は塩で味をつけていきます。味をつけるときは少量ずつ、少しずつお塩を入れていって、好みの味付けにしてください。かき混ぜて、これちょっとした器で味見してください。で、足りないと思った場合は追加で。で、ちょうどいいなと思いましたらそのまま。で、多いなと思った場合は少しお水を足してあげてください。また少しお塩が足んなかったので、また軽くお塩を入れていきます。で、再度味見をして、で、結局味見はあまり多くしちゃうと味の方が分かんなくなってしまいますので、結局少ない回数で味見をしていきましょう。で、夏場ちょっと濃いめ、冬場は薄めの方がこの前とよく入れてあります。で、味が決まりました。一回火を止めます。火を止めましたら、そこに水溶きの片栗粉ですね、少し流していきます。必ず火を止めてからゆっくりとスープを混ぜながら入れていきます。これ大体小さじ2ぐらいですね。再び加熱していきます。で、その時片栗が入ってますので、少し軽く回しながら火を入れていきます。混ぜないとたまに片栗が下の方に下がってしまう時もありますので、そこだけ注意してください。片栗を入れることによって卵が全体的に散らばりやすくなりますので、綺麗な見た目になります。最悪なくても入れなくても、大丈夫ですよね。ある場合は入れた方がいいという形ですね。私の方が沸騰しましたら、卵とお箸を使って少しずつ、あまり一気に入れてしまいますと液体の温度が下がってしまいますので、綺麗にかきたまになりません。ですので、沸騰している時に入れます。綺麗に火が入ったら止めます。先に三つ葉を入れていきます。三つ葉を入れて、軽くほぐしてあげます。で、最後の最後にごま油を軽く入れます。ごま油加熱してしまいますと、香りが飛んでしまいますので、必ず最後に入れるようにしてください。で、これでかきたま汁の完成です。最後盛り付けのしていきたいと思います。こちらですね。
人当たりワンモアで 180cc あればご家庭でしたら大丈夫ですね。1人前 180cc で考えてもらうといいかと思います。でこれであとは蓋を添えて完成です。かきたま汁ですね。でこのかきたま汁も具材は卵さえ入ってしまうあと決まってませんので、お好きな材料を入れてみて作ってみてください。もしごま油が苦手かって方はごま油を入れてもらっても大丈夫です。これからいろいろと玉ねぎとかを申し込ませて新玉ねぎを入れても美味しいかと思います。今回は以上です。